まず最初に買ったのがこの5分間このカードを引くことで一つのことにフォーカスしてみましょう。ミリグラムっていう文房具屋さんがすごく可愛くてタグがついているんですけど、あとねこの素材もいいんですよ。このサラッとした自分で袋詰めして購入するタイプのもの。日中の気温がすごい猛烈に上がった時にスーパーに行ったんですよね。その時に買ったグラノーラ、前回行った時にもすごい可愛いなと思ったお店がそのザ・スーパークールっていうお店がその市場の中にあるんですけど、このちょっとクッション性があって、私はなんかこうポルトっていうところのプロダクトをですね、すごく素敵な作品を作ってる作家さんに出会いまして、最後の最後に買っちゃったんですよ。割れ物たちを。皆さんこんにちは、旅倉です。今日は先日のメルボルン旅での購入品をご紹介したいと思います。暮らすように旅したメルボルンで見つけたもの、ぜひお楽しみください。それでは早速行ってみましょう。購入した順番でご紹介したいと思うんですけど、まず最初に買ったのがこのマイペーパークリップというところのもので、多分ねオーストラリアの文房具のメーカーだと思います。ちょうど使ってたメモ帳がなくなりそうだったので、2枚で6ドルぐらいだったんですけど、日本円で600円ぐらいですね。超シンプルな、しかもこう糸で縫い込まれた、全面開いて記入することができるっていうのがいいなと思って購入しました。色も6色ぐらいあったんですけど、黒を選びました。まずはこのミニメモ帳ですね。はい、次がこれですね。5 minutes in the morning っていう、これはフォーカスデッキって書いてあって、朝の5分間でちょっと気づきを得ましょうみたいな、そういうカードなんですよ。フォーカスだからこんな感じでいろんなメッセージが書かれたカードが入っていて、例えば Write a love letter to yourself って書いてあって、自分自身にラブレターを書きましょうみたいな感じで、5分間このカードを引くことで一つのことにフォーカスしてみましょうっていうようなものになります。でこれはリサイクルショップで買って、だいたいね400円しないぐらいだったんですよ。すごくお得に購入して、リサイクルショップすごい好きで、旅先でいろいろ見て回るんですけど、だいたい欲しいものはないんですよ。すごい欲しいものがいっぱいあるお店も楽しいんですけど、だいたい欲しいものが全くない、全くって言ったらあれです。だいたい欲しいものがほとんどない中から、これはっていうものを見つける宝探し感が楽しくて、リサイクルショップ行くのが好きですね。なので今回はすっごい大きい広いリサイクルショップの中から唯一このカードを見つけて購入してきました。でこういうなんかフォーカスデッキっていうか、気づきをもらえるカードとか、いろんなタイプのカードが文房具屋さんとか本屋さんに行くとすごいいっぱいいろんな種類が売られていて、結構人気なのかなと思って、日本でも探せばいろいろあるんですかね。でも種類もいっぱいあって、その後に行った本屋さんとか、あと次にご紹介するこのミリグラムっていう文房具屋さんがすごく可愛くて、ここで一つ購入品があるんですけど、ここでもさっきご紹介したカードみたいのがいろんな種類置いてあって、すごく気になりました。あとこのミリグラムはメルボルンで何店舗か店舗展開されてるんですけど、すごくおしゃれな文房具とかいっぱいあって、あと日本の
文房具とかもいっぱい売ってました。で今回私が購入したのはこれね20% オフだったんだよ。もともとそんなに高くはないけど結構お安く購入できて、これはですね、これもオーストラリアブランドだと思います。Any Day Now っていうデザイン in オーストラリアってなってます。これ最初ちょっと惹かれたのが、もっといろんな色を使われた、いろんな色が派手な青とか緑とかいろんな色が使われたトートバッグを最初見つけて、ああいいなと思ったんですけど、ちょっと長い目で見たらやっぱり黒がいいかなと思って、今回ね黒割と合わせやすいものを選びがちなので黒を選んだんですけど、黒を選んで正解だったかなって今思ってます。でどんな感じかというと、こういうなんでもない縦長のトートバッグで、この紐がすごい長いんですよ、この肩紐のところが。なのでこう肩にかけるとすごいこうしっくり、この長さが嬉しいです。で、ここにタグがついているんですけど、あとねこの素材もいいんですよ。このサラッとした素材で、前のところに大きいポケットが2つついていて、でここにこうなんか大事なものをなくさないように、私ほらすぐ物をなくすので、ここにこうカラビナとかつけて鍵とかねなくさないようにもできるし、これは片方にしかついてないですけど、この大きいポケットが手前のところに2つついてるっていうのもよくて、でこれ上がこういうふうに閉じることができるんですよ。こんなふうにね。でこの閉じるのも使うことあるのかなとか思いながら買ったんですけど、これねスーパーに猛暑にその日40度超えになるっていう日の朝にスーパーに食材を買いに行ったんですけど、その時に早速これを使ってみたんですよ。で結構、これがパンパンになるぐらいぎゅうぎゅう入るぐらい買ったんですけど、その時にね意外とここをキュッと締める、ちょっとでもこう締めることができると中にパンパンに入ってても物が落ちなくて意外と便利だったっていうね。なのでこれ結構日常的に活躍しそうなトートバッグを購入することができました。普通の布のトートバッグとかもねすぐ買いたくなっちゃうんですけど、最近はねなるべく買わないようにしてる。トートバッグ増えすぎて。だけどこれは買ってよかったなって思います。はい。Any Day Now っていうところのものです。ミリグラムっていう文房具屋さんに売ってるので、ここはね雑貨も可愛いし文房具も可愛いしおすすめです。はい、次はね、次はこちらのスパイス屋さんで購入したものなんですけど、ここもねお店の外から見た時はすごい可愛い、なんか気になるお店だなと思って、でも海外でよくあるんですけど、こう30分ほど不在にしますみたいな、そういうメモだけが扉のところにパッて貼られてて、お店が閉まってるっていうパターンだったんですよね。なので他のところとかをこう見たりして、でまた戻って見に行って、でやっぱりすっごく可愛くて、いろいろ買ってきたんですけど、これ瓶でも売られてたんですけど、私はこの自分で袋詰めして購入するタイプのもの。このパッケージもすごい可愛いでしょ。
でこの袋も有料だったんですけど可愛くてこれに入れてもらったんですが、お料理に使うようなスパイスもいっぱい売られてたけど、私はチャイとかそういうお茶系のものがいいなと思ってお店の方に聞いたら、そういうお茶とかお菓子類とかに使うようなものが売られているコーナーがあったので、そこでこれを袋詰めしたんですけど、まずはねこのバニラチャイティー、マサラチャイのスパイスだけもあったけど、私はこの茶葉も一緒になってるものを買いました。でもう一個がじゃん、チョコレートスパイス。これはねなんかフレグラントウィンターって書いてあるんで、似たようなものが入ってると思うんですけど、カシス、コリアンダー、ジンジャー、クローブ、ナツメグ、ダブルダッチココアなので、なんかフレグラントウィンターって冬っぽい香りっていう意味だと思うんですけど、なんかスパイスがこう効いているココアみたいなイメージだと思います。ちょっと美味しそうですよね。インスパイシングアップチョコレートケーキ、チョコレートケーキに入れたり、あとはコーヒーに足してもいいみたいですね。あともう一つが、これもちょっと変わってるんですけど、カルダモンピスタチオシュガー。これお砂糖なんですけど、その名の通りお砂糖、ピスタチオ、カルダモンが入ってるっていうもの。キャラメライズイットオンナクレームブリュレ。クレームブリュレの上になんかこうキャラメルみたいな感じで、ギリシャヨーグルトの上に乗せたり、あとフレンチトースト。そうだからね、これをフレンチトーストで使ってみたわけですよ。なんか前回の動画の中でフレンチトーストを作っていたと思うんですけど、であの時牛乳が切れててソイミルクしかなかったっていうのと、あとちょっとこれをケチって入れてしまったがために甘さが足りなかったっていう敗因があって、上に乗せたものは美味しかったんですけど、肝心のトースト自体がねちょっとね味がいまいちだったんですよ。動画の中でもいまいちって書いてたと思うんですけど、これはね敗因はそれですね。なのでちょっとこれもう一回日本で使ってフレンチトーストリベンジで作ってみようかなと思います。でちなみにこれ量り売りなんですけど、こう何グラムいくらみたいな感じで表示がされていて、私完全に計算を間違えてすごい安いじゃんって思ってなんか欲張って入れたら結構高くなっちゃってこれなんか、ちょっと使っちゃってるけど、高いって言ってもそんなもんかなって感じですけどね。この3つで5000円ちょっとぐらいでした。でレジでお会計した後にあれ想像よりも高かったぞって思ってしまったって思ったんですけど、もうちょっと少なくすればよかったと思ったんですけど、しょうがないです。せっかくなので楽しみたいと思います。ちょうどこう冬にぴったしかなっていう感じのスパイス系のものなので、これを使って楽しみたいと思います。はい、次。日中の気温がすごい猛烈に上がった時にスーパーに行ったんですよね。その時に買ったグラノーラ、これです。食べちゃってもなんかこのくらいの量になってしまったんですけど、これすごい美味しくって、なんか美味しいグラノーラを買いたいなと思って、これもハンドメイドインオーストラリアでイレワラなんて読むんだろう、イレワラっていうビクトリアオーストラリアになってるので、メルボルンってビクトリア州なんですよね。なので地元で作られているグラノーラになります。普通にスーパーで売ってたんですけど、3種類ぐらい並んでいて、初めて食べるので一応ねこのオリジナルレシピっていうのを買ってみました。すごく美味しいです。メルボルンに行った時にスーパーに行く機会がもしあればぜひ探してみてください。ナッツもいろいろ種類が入っててとっても美味しいですよ。
オーツとひまわりの種、かぼちゃの種、アーモンド、ウォールナッツ、セサミシード、あとレーズン、ココナッツ、ハニー、あとオイルとスパイスっていう感じですね。メイドインオーストラリア。もう 85% はオーストラリアの食材でできてますっていうものです。オーストラリアって食料自給率がすごい高いんですよね。ということでグラノーラでした。なので2日目は朝スーパーに行って夜本屋さんに行ったんだったっけな。そのくらいしか行動していないので購入品はこれだけです。到着して2日目ね。違う、3日目か。はい、次。その後2日間はオーストラリア在住の日本人の方にお会いしたりとか、また40度の日があって朝カフェに行って、午前中博物館行って、午後は洗濯したり昼寝したりとかして、夕方に以前のエアビーのホストの方にお会いしてだったので、その2日間は何も買い物してない。で最後の2日間が、涼しくて最後の土日で、もう朝から出かけて、もう買う気満々で買うぞっていう感じで出かけたんですけど、意外とそんなに買ってないです。そうだ、思い出した。最初1日目っていうか、到着2日目なんだけど、1日目のこの文房具屋さんとか行った日、帰りにお寿司を買って帰ったんですけど、お寿司は中心街みたいなところのデパートのフードコートみたいなところで買ったんですけど、そのデパートのなんかこう通り道みたいなところにアグの特設コーナーみたいのがあって、こう歩いてたらみたいな感じになって、なんか安売りしてると思ってアグをまた購入してしまいました。またというのは6年前に行った時もアグ買ってるんですよ。多分今履いてたのが6年前にメルボルンで買ったアグだと思うんですけど、また違う色を今回購入したっていう感じで、色がすごい可愛くて気に入ってます。でサイズがなかなかそこになくて、でそこはなんか特設会場みたいな感じだったから、別の店舗っていうか、そのデパートの店舗までわざわざお兄さんが取りに行ってくれて、で自分のサイズのものがあって、それを購入してホクホクして帰ってきたっていう感じですね。でも荷物が入らないので、もう箱とかはエアビーのホストの方にすいませんっていう感じで置いていって、もう帰り履いて帰ってきたんですけど、さすがにオーストラリア今夏なので誰もアグ履いてなかったですけど、もう私はもう帰るだけなのでアグを履いて帰ってきました。こっちに着いた時はもうすっごく寒くて、なので、向こうがね40度超え42度とかだったのに対して、今八戸は明日とか最低気温がマイナス7度とかなので、気温差50度みたいな感じなんですけど、すいません話が飛びましたが、はい、次はねもう朝から買い物する気満々で出かけていったんですけど、まずは早朝に家を出て南メルボルン市場、サウスメルボルンマーケットっていうところに行って、前回行った時にもすごい可愛いなと思ったお店が、そのザ・スーパークールっていうお店がその市場の中にあるんですけど、そこで今回はね2つ買い物をしてきまして、もう早速使ってるんですけど、今日常的にこれね、なんかこういうのがついてて、ボトルスリングらしくって、なんか飲み物をここに入れて持ち歩くためのものなんですけど、でもここにもこう入れるところがあって、この辺にもうカードが入れられるようになっていて、今ってスマホでこう全部決済とかできるじゃないですか。だからちょっとしたカードとか、あとスマホと鍵さえあればこれで出かけれますっていう感じ。私ももう荷物をなるべく少なくしたいなと思ってて、今これを持ち歩いていて、中に入ってるものは鍵、イヤホンで、カード類をここに入れて、あとはこれもね、なんかこう
こうやって押すとピッと開けやすい。あとティッシュと小銭ケース、あと今使ってたんで入ってないですけどエコバッグを入れて、もうそれだけで最近は出かけてます。オーストラリアもね、現金を受け付けませんっていうお店も結構あって、空港で40オーストラリアドルを換金して現金持ってったんですけど、なくても大丈夫だった。現金むしろゼロでも全然、全てスマホの Apple Pay で支払いしてました。スマホとクレジットカードを連携させて、それで支払いをして、クレジットカードすら使う必要がなかったっていう感じですね。スマホ一つあれば本当に全てのことが完結するっていう感じの環境でした。ということで、これを買ったのと、その40ドルのオーストラリアドルをどっかで使わなければと思って、残しててもしょうがないからね。ということで、ちょうどこれが40ドルだったんですよ。まあまあ高いですけど、まあ旅先だからいいかっていう感じで、色も可愛いし、これ同じベースっていう、これもねオーストラリアブランドみたいなんですよね。だから結構ね、文房具屋さんとかでも日本のものとか、日本でも買えるものとかもいっぱい売ってたりするんですよ。でむしろ日本で買った方が安く買えるなっていうものとかもあったりするので、そこはね結構ちゃんと調べないと、逆になんか日本で買えたじゃんみたいなことが結構あるので、今回はそこも慎重にいろいろこう見たりとかして、これオーストラリアでしか買えないなみたいなものとかをなるべく買うようにしました。でこれはなんかディッティ、これベースっていうのはこのブランド名なので、なんかディッティってなんだろうって思ったんですけど、なんかこれはスラング、辞書には出てこない言葉みたいな感じだと思うんですけど、なんかちょっとしたとか小さなとかそういう意味で使われるらしいです、このディッティっていうのが。なんか旅行とか化粧品とかそういう必要なものを入れるのに使ってくださいっていう感じですね。でこれまあ何でもない、このちょっとクッション性があって、私はなんかこう SSD とかなんかハードディスクとか機材系のものでちょっと保護したいなみたいなものを入れるのにちょうどいいなと思ってこれを購入しました。でこのベースっていうブランド、いろんなサイズ展開されてるんですけど、なんかねこのジッパーがすごい開け閉めしやすいんですよ。この開け閉めがすごい気持ちいいっていう話でしたこれもここもねジッパーがこうすっごいスーって開くのがすごい気持ちいい。でここにこの紐がこう垂れ下がってるのがすごい邪魔そうじゃないですか。実際使ってみてちょっと邪魔なんですけどだけどまあいいです、許容範囲っていうことですごい気に入って使ってます。はい、ということでサウスメルボルンマーケットで購入したザ・スーパーなんだっけ、ザ・スーパークール、ザ・スーパークールっていうところで買ったこの2つになります。ザ・スーパークールはね、ほんと雑貨もすっごく可愛くて、でも、なるべくね割れ物はあんまり買えないなと思ってこの持ち帰りしやすいものを買いました。と言いつつ割れ物も別のお店で買ったんですけど、これも動画でちょっとちらっと映ってたと思うんですが、これもねオーストラリア、デザインインオーストラリアってなってるので、ポルトっていうところのプロダクトですね。柄がすごい可愛くて、これもねセールになってて、もともと1500円ぐらいのが1000円ぐらいになってたかな。でいろんな種類があったんですけど、これを選びました。これはねラスト1枚でした。可愛い、この色合わせがすごく可愛いですね。はい。で市場の帰りに前の日の朝に買ったアーモンドクロワッサンがもうこんな大きくて、3回に分けて食べたんですけど、私そのお弁当として市場に行く時にこう保存袋に入れて持って行ったんですけど、ちょうどお昼時になってお腹も空いてきて、こう歩いてる時にセントアリっていう有名なカフェに通りかかって、ちょっと寄ってみるかと思って寄ってアイス抹茶ラテを購入しました。でその時に
これに入れてくれたんですけど、これをね旅の思い出として持ち帰ってきて、なんかそのうち捨てられそうですけど、今のところ旅の余韻に浸るために大切に持っているんですが、可愛くないですか？ Feels good。 でこの抹茶ラテ、意外と日本だと抹茶ラテって最初から結構甘かったりしません？だけどね、オーストラリアの抹茶ラテはここでも頼んだし、セブンシーズっていうカフェでも抹茶ラテを頼んだんですけど、意外と甘くなくて、甘すぎなくてよかったです。アーモンドクロワッサンが結構甘かったから、あんまり甘くない抹茶ラテとの組み合わせがすごく良くて、Feels good でした。はい。ということで、そう、その日に買い物をする気満々な私ですので、南メルボルン市場から今度フィッツロイっていう私が滞在してた近くのエリアに行ったんですよ。でそのフィッツロイのエリアにちっちゃいお店がいっぱいあって、雑貨屋さんとか古着屋さんとかリサイクルショップとかカフェとかいろんなお店が立ち並んでいて、その辺りを歩きたくてそこのエリアに滞在してたのに、その土曜日になるまでそこ全然行けなくて、いろいろ別のところに行ったり、猛暑になったりとか、そんな感じで全然そこを散策できなくて、もう行くぞって感じでいろいろ歩き回ってたんですけど、でも意外とね買ったものがそんなにないんですが、リサイクルショップに入った時にこちらを買いました。ミルクポットと蓋付きのシュガーポットっていう感じ。これなんか調べたらドイツのメーカーなのかな、そんな感じみたいなんですけど、なんとこれ2個で5ドル、オーストラリアドル、2個で500円ぐらいだったの。めっちゃ安くないですか？すぐ安さ自慢をしてしまうんだけど、デザインがシンプルで可愛いんですよね。あとこういう片口のものを見つけるとすぐ買いたくなる人っていう感じで、割れ物はとか言いながらこれが追加されました。はい。でもう最終日ですよ。意外と買ってないでしょ。で最終日にまた割れ物を追加しちゃいますから、私最終日は日曜日だったんですけど、土日に開催されてるローズストリートマーケットっていうところに行きました。そこはね、滞在しているエアビーから歩いて15分ぐらいのところだったんですけど、ここに朝早くに行って、で作家さんの店舗をぐるぐるって回って、すごく素敵な作品を作ってる作家さんに出会いまして、これどう発音すればいいのか分かんないんですけど、ワーラーセラミクスっていうところのハンドメイドのお皿に出会いました。ハンドメイドセラミック、メイドウィズラブ。オーストラリアの自然とかからインスピレーションを得て作ってるっていう感じなんですけど、いろいろ可愛くて気になるのがあったんですが、その中でもちょっと面白いデザインの、ここが茶色の部分が削ってるっていうか、どうなんだろう、この部分は釉薬がつかないような処置を施して作っているっていう感じですね。なんかね、イメージとして抹茶を立てたりするように使う感じで作ったみたいなんです。ここで抹茶を立てて、こういう感じで器に注いで使うみたいな感じ。こちら作家さんの作品を一つ購入いたしました。また次回行った時にもし出会えたら何か一つ購入したいなと思います。はい。で、この時点で結構割れ物があって、しかもね、結構ちっちゃいスーツケースで行ったんですよね。それでもなんとか詰めて持って帰ってきたんですけど、最後の最後に買っちゃったんですよ、割れ物たちを。それがですね、これです。可愛くないですか？これね、すごいね、また安さ自慢してあれなんですけど、安かったんですよ。これね、スプーンとこのグラスが
セットなんですよね。でこの組み合わせはこういう風にしてもいいと思うんですが、でこのスプーン、形的にはあんまり使いやすそうではないですけど、もうとにかく可愛いっていう、可愛いは正義です。吹きガラスなのかな。お店の人にこれどこのブランドなのって聞いたら、知らないって感じでしたなのでこれどこのブランドかわかんないんですけど、箱とかもなかったし。というわけでこの割れ物のガラスセットを2セット最後の最後に追加してしまったんですね。だけど後悔はしておりません。無事に日本に持ち帰ることができました。ここのお店もね、なんか30分ほど空きにしますみたいな感じでクローズしてて、でもなんか可愛いものがありそうな気がするっていう私の嗅覚が働きまして、お店に入ってこちらをゲットいたしました。そんな感じで今回のメルボルンでの購入品は以上になります。ぜひ何か質問とかがあればコメント欄で教えてください。もしメルボルンに行かれる方がいたらぜひ参考にしてみてください。